こんにちは。今日は自然豊かな栃木県日光市にやってきました。日光連山がもたらす全国でも指折りの名水の里。日光は美味しいものがいっぱい。地元に長年愛され続ける名店や不動の人気を誇る老舗など、珠玉の一品を10点ご紹介したいと思います。最後に一押しのお土産もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。東照宮に行くなら絶対寄っていただきたいこちらのお店。創業昭和25年、4代続く伝統工芸、日光彫の三島屋さん。こちらで三猿や眠り猫など東照宮の彫刻をモチーフにした人形焼きを買うことができます。東照宮は動画の撮影を禁止されているので写真しかお見せできませんが、可愛いだけではなく三島屋さんの人形焼きはコクがあって美味しいんですよ。タイミングによっては焼きたてをいただくこともできます。蜂蜜やもち米飴などの素朴な甘さが最高です。さて、東照宮にお参りも済ませてお腹が空いてきました。日光はそばも美味しいとコメントでも教えていただき、次のお店は地元の方にお勧めいただいた大変有名なお蕎麦屋さんに行ってみたいと思います。日光鴨沢御用邸記念公園のすぐ近く。観光客だけではなく地元の方も通う名店だと伺いました。メニューはそばのみ。小鉢や一品物はあるものの、うどんや丼物はありません。デザートまでそばという徹底ぶり。店内は天井が高く開放的。天ぷら膳です。はい。ありがとうございます。玉皿ですね。はい。柚子胡椒お好みで入れてください。はい、わかりました。ありがとうございます。でさっきちょっとこれからいただこう。トマト、オクラ、モロヘイヤ、つるむらさきなどネバネバした夏の野菜の和え物。さっぱりとして美味しいです。もう香りがすごい。夏の早刈り北早生の二八そば。もうこの時点でそばのいい香りがします。わさびをつけると鼻を抜ける香りが爽やかで、あまりにも美味しいので大将に聞いてみたところ、大将こだわりの希少な日光産わさびだそうです。普通のわさびとはまるで別物。ほんのちょっとですごいね、爽やかにツーンとくるね。ちょっと先湯葉いただこうね。ちょっとまずこのまま食べたい。あ、薄い。やっぱり日光に来たら湯葉も食べたいですよね。とろっと濃厚な大豆の旨味を感じます。次は舞茸の炊き込みご飯をいただきます。蓋を開けた瞬間、舞茸のいい香りが広がります。日光は舞茸が有名ですから、ここぞとばかりに食べておかないともったいないですよね。甘辛い味付けも上品で美味しいです。こちらは日光舞茸、とても大きくて肉厚です。分厚い。本当だ、いいね。いや、これちょっとこのおつゆにつけるのはもったいないよ。ちょんでいいね。季節の天ぷらは舞茸、かぼちゃ、れんこん、ししとうでした。中でもこちらの舞茸最高です。うまい。すごい香りね。何この味ね。肉厚でジューシー。噛むと旨味がじゅわーっと口いっぱいにあふれ出します。今まで食べてきた舞茸とは比較にならない美味しさです。次は鴨汁の方でいただきます。柔らかく甘みが強いという白美人ネギがたっぷり乗っています。こちらのつけ汁は濃い口醤油と鴨の旨味、2種類の味を楽しめるのは贅沢ですね。鴨沢公園の新緑を眺めながらゆっくり食事ができるこちらのロケーションも最高でした。この
の辺りは緑も多く爽やか。古い街並みが残っていて、歩いているだけでも楽しいのですが、ここからすぐのところに日光三大氷室の一つ、4代目徳次郎の氷がいただけるお店があるので行ってみましょう。ここはすごいよ。湯葉までちゃんと食べれるからね。鴨沢御用邸正門通り。日光コーヒーは本店がある栃木県鹿沼市に2店舗、日光に4店舗あります。昔の商家を改装しているらしく、ところどころにその面影が伺えます。メニューは1ページ目がやはり大人気のかき氷になっています。コーヒーも本格的で種類も豊富。その他にお食事やケーキ、アルコールもありました。大きな窓から中庭が見えています。アンティークガラスに歪む景色がいいですね。お待たせしました。暗室になります。食感変わりやすいのでお早めにどうぞ。わかりました。日光連山の湧き水や雪解け水が夜から朝にかけてゆっくりと凍るため、透明度の高い天然氷になるのだそう。美味しい天然水や厳密な自然環境が揃わなければできないので、日本に氷室は現在5カ所しかありません。そのうち3カ所はこの日光なので、日光はいわばかき氷の聖地。何にも口の中入れてないよ。何にも入れてないで、しかも本当にキーンとこない。綿あめみたいな。綿あめだね。口に入れた瞬間に消えてしまうふわふわの天然氷。シロップのかかっていない氷ですらほんのり甘みを感じます。だってみんな言うの、徳次郎は金ってならないって。ならないよ。全くならない。なるわけない。なるわけない。だってなくなっちゃうんだもん。食べてないんだもん。何一つ食べてないもん。こんなん何一つ食べてないよ。冗談を言っていますけれども、この感動が忘れられず、私たちはこの後日光のかき氷にどっぷりハマってしまいました。はい。続いて伺うのは奥日光に向かう道中にあるお店。創業から70年以上にもなる老舗です。栃木の名物は餃子や湯葉、佐野ラーメンなどたくさんありますが、実は焼きそばも有名で、地元の方にお勧めされて、こちらの焼きそばがどうしても食べたかったので、今日は念願かなっての初訪です。メニューは焼きそばのみ。サイドメニューにライスとサラダがあるだけです。卓上にはソース、ラー油、胡椒、一味、塩胡椒、爪楊枝などがあります。大盛り卵です。はい。おですか。ありがとうございます。普通卵ですね。はい。じゃあいただきます。まずはサービスのスープからいただきます。なんだろう。なんかスープには長ネギとキュウリが入っています。美味しい。こちらのスープが美味しいんですよね。コンソメのような、ラーメンスープのような、テイクアウトだとこちらのスープがつかないそうなので、どこか懐かしいこの手のスープに弱い私は店内一択になってしまいそうです。ほっとする美味しさね。ソースって感じじゃないね。白い。こちらが普通盛りの焼きそば。料金は120円の違いですが、比べてみると量はこんなに違います。上から青のりが振りかけられていて、横に紅生姜が添えてあります。本当だ。なんか2倍ぐらいだよ。まあちょっと 1.5 倍って感じね。まずノーマル。塩焼きそばかと思うような白い焼きそば。小麦の香ばしいいい香りがします。シンプルなね。
ツなどが入っていて、麺の旨味を引き立てる控えめなソース。あっさりとしていて、これは初めての焼きそばです。この日の気温や湿度によって配合を変え、2度蒸し2度焼き、蒸した後は日光の名水にさらすなど、恐ろしく手間をかけた自家製麺。もちっとしたコシがあり、こんがりと焼けた部分は香ばしく最高です。麺がうまいね。あまりにも美味しかったので、お土産にテイクアウトしました。昔懐かしい経木に包んでくれました。家に持って帰ってもコシが残っていて、変わらず美味しくいただけました。今から伺うのは大人気のお店。1868年に創建された歴史ある建物で食事ができるレストランです。今43番って書いてる。コロンビアレコードの前身、日本で初めてレコードの製造販売をした日本蓄音機商会の創設者 F.W. ホーンの別荘だそうです。明治時代を代表する貴重な建造物として登録有形文化財に登録されています。週末や連休中は大混雑になるので、こちらと公式ホームページでも待ち状況が確認できるようになっています。この日は平日なので待つことなく入店できました。入店してすぐ右側にテイクアウトできるお店があります。奥に蓄音機が見えます。こちらはリビングルームだったお部屋。こちらの暖炉も当時からあったそうです。床や壁、天井などもできるだけ当時のまま残しているそうです。明治の館は創業1977年、老舗の洋食店。大人気のオムレツライスやシェフ自慢のデミグラスソースがたっぷりかかったミンチカツレツなど本格的な洋食メニューが並びます。食べログ100名店に何度も選出されており、食べログトップ5000にも入っています。はい。どうぞ失礼いたします。お砂糖とミルクはこちら。エルバーナ。よかったこれ頼んで。カスタードプリン。昔ながらの固めのプリン。カラメルソースがたっぷりとかかっています。あ、硬い。硬いよこれ。うわー。しっかりと焼き上げられているカスタードは濃密な食感。カスタードとカラメルの甘い香りが広がります。なんだこりゃ。うますぎる。コクがすごい。濃厚。いや、カスタードプリンの概念が変わった。うますぎる。スプーンに吸い付くような滑らかさ。卵と生クリームのコクが深い贅沢なプリンです。まろやかで優しい甘さがいいですね。たっぷり食べられるのも嬉しいですよね。プリンをたくさん食べてみたいというプリン好きの夢が叶う一品。大満足でした。180年以上も歴史ある酒造、渡辺佐平商店さんの仕込み水で作られた自サイダー。原材料は砂糖、酸味料、塩のみ。甘さ控えめですっきりとしたサイダーです。明治の館の代表的なメニューの一つ、ニルバーナは昭和52年の創業当時から40年以上も愛され続けている人気のチーズケーキです。その名称は最も優れたものを意味する仏教用語で、日光山輪王寺門跡の大僧正が名付けてくださったそうです。
使用されているチーズはデンマーク産、その中でも厳しい基準をクリアしたブコのクリームチーズ、卵、砂糖だけという至ってシンプルな素材で作られています。小麦粉を一切使っていないのも特徴です。濃厚でまったりと滑らか、チーズのコクがすごいです。上からかけられたサワークリームとレモンの酸味が爽やかで、口の中でふわっと溶ける軽い口当たり。小麦粉が入っていないとは思えない軽さで何個でも食べられそうです。いや、美味しい。これもう一個頼んだ方がいい。3階もあるね。本当だ。違う種類のね。次に伺うのは日光駅から車で約10分ほどの場所にある地元のソウルフードとも言われる人気店です。創業して間もなく50年を迎える朝日屋さん。初代はどこで修行することもなく唯一無二のそばを作り続けてきました。現在2代目。初代の味を守り続けています。メニューは人気の焼きそば、品そば、つけ麺の他にカレー麺や担々麺など種類は豊富。麺類以外には餃子と土日は中華丼もあるようです。店内のこの落ち着く感じどうですか？カウンターに小上がり、テーブル席もあります。とにかく麺がうまいと評判で、ラーメン店では珍しく品そばと焼きそば、焼きそばとつけ麺など、なんとこちらのお店は麺かける麺のセットが存在していました。焼きそばにつけ麺のセットや品そばにつけ麺のセットなど、これは全国のラーメンセットの中でも珍しいのではないでしょうか。現在セットメニューはなくなってしまいましたが、常連さんは変わらずセットで注文する方もいらっしゃるそうです。まずは品そばからいただきます。こちらは中盛りですが、通常の大盛りぐらいの大きさ。丼も大きく、麺の量も多めです。濃いめの醤油にもちもちの麺がたまりません。麺は佐野ラーメンともまた違う平ではなく不揃いで、これがまた最高にうまい。チャーシューはももとバラの2種類。チャーシュー麺にするべきだったと激しく後悔しました。美味しい。昔ながらのチャーシュー、バラのつけ汁はネギですね。シンプルに麺だけ。チャーシューもメンマもありません。つけ汁にもネギだけです。美味しい。結構酸味が効いたつけ汁で美味しい。冷やし中華のような酢が効いた醤油だれ。先ほどとは違って冷水で締められた麺はもっちりとした弾力があって、これまたやみつきになる美味しさ。いや、締めてあるからまた麺の美味しさをダイレクトに感じる。こちらのつけ汁だけを買いにいらした方が来て判明したのですが、こちらのつけ汁はなんと1リットル900円で買うこともできるそうです。自家製麺も余裕がある時は販売可能なのだそう。しかも 150g180 円とコスパ最強です。これはうまい。シンプルにして究極。この自家製麺を楽しむならこちらのつけ麺が最高ですね。では焼きそばいただきます。麺がうまい。焼きそば美味しい。野菜はサッキサキ。スープ焼きそばのような感じでかなり酢が効いています。でもちょっとスパイス効いたね。こちらもまた後引く美味しさでたまりません。どれが一番美味しい？交互だよね。焼きそば行ってつけ麺で、品そば行ってつけ麺、間に必ずつけ麺挟みたいって感じ。
これは朝日屋さんのファンには分かっていただけると思うんですが、同じ麺をいろんな味で食べているだけなんですけど、全く食感も変わってそれぞれが全く別物で、しかも絶品なんですよね。次回もまた焼きそば、つけ麺、品そばの3種類頼むと思いますが、皆さんはどうでしょうか。皆さんがどんな組み合わせでオーダーしているのか非常に気になります。一つ一つが大ぶりな餃子が6個とかなりのボリューム、皮はカリッと焼き上げられていて、こちらも最高。餃子も美味しい。野菜の甘みをすごく感じる。美味しかった。ごちそうさまでした。続いて東武日光駅に来ました。こんな駅前にも日光の美味しい水を飲める場所があります。至るところで水が汲めるので、日光に来る方はタンブラーや水筒を持ってくるのをおすすめします。日光のお水はまろやかで美味しいですからね。コップがなくなっちゃったね。そして東武日光駅に来たら毎回必ず食べたくなるのがこちら。創業昭和33年、日光名物湯葉を使用した揚げ湯葉まんじゅうが人気で常に行列ができています。一つ一つ食べやすいよう紙に包んでくださいます。お兄さん、ここかき氷夏だけ？連休ぐらい？5月の？どのもうで夏の間だけって感じだ。大体ね、あとは9月いっぱい。9月いっぱい。いちごがなくなっちゃう。いちごがなくなるまでなのね。だから。そうなのね。いちごいっぱいだから。そうですか。いちごいっぱいなのね。まだいちごが入んないのよ。そうなんだね。だから連休ぐらい。連休ぐらいだ。わかりました。もしよかったら来てね。また来ますね。もうカリカリ。湯葉カリカリ。品物を渡される直前に塩を振ってあった。粒の大きい塩がかかっていて、かなり塩気を感じます。本当だ。すごい甘じょっぱい味が好きな方にはたまらない日光の名品です。店頭に用意されていた温かい麦茶をいただきました。温かい麦茶、今の時期は温かい麦茶をもらいます。次は観光客でにぎわう日光街道沿いにあるフレンチのお店。地元の方も通う人気店です。リーズナブルなランチコースは要予約。予約がなくても入店できることもあるみたいですが、人気店ですので予約した方が安心です。なんとウェルカムプレートは日光の伝統工芸日光彫、カトラリーレストも鹿沼組子で感激しました。ランチは A コースと妻が B コースで予約しました。 B コースのメインが骨付き鶏の赤ワイン煮込みか話題のポワレから選ぶことができました。プラス300円でデザートをつけることもできます。 A コースの大人様ランチは要予約、数量限定です。ランチの B コース、まず最初はワインに合いそうなチーズのアミューズ。ミニスープ、はい、まず日光産の人参のポタージュまずは大人様ランチのスープが来ました。フライドオニオンとふわふわの生クリーム、まろやかで軽い口当たり、優しい人参の甘みが広がります。たまらず B コースのカンパーニュを拝借しました。パンはあっさりとしていてクリーミーなスープとよく合います。こちらの色鮮やかな B コースの前菜はバジルのクスクス、キノコのマリネ、ごぼうとレンコンのバルサミコ酢あえ、日光産カブとツナのサラダ、紫キャベツのマリネにキャロットラペと盛りだくさん。まさに春爛漫といったプレート。話題のポワレの付け合わせは日光産の野菜と今朝採れたてのアスパラガス。大きなマダイは皮目はカリッと香ばしく、身はふわっとジューシー。
大人様ランチお待たせいたしました。大人気の大人様ランチ。大人様ランチデーは月2回。毎月お店の公式インスタグラムで案内があります。お店の公式インスタグラムは概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。今回の大人様ランチは牛すじオムハヤシとエビフライ、フレンチデリとポテトフライ、ナポリタンなどご覧の通りボリューム満点です。食べきれなかった分のお持ち帰りボックスもあるようなので朝食の方も安心ですね。こちらが本格的で驚きました。可愛らしいランチプレートと見せかけて一つ一つの料理は本格的、素材も上質でとんでもなく贅沢なワンプレートですね。こちらはオムライス。お店自慢のデミグラスソースがたっぷりとかかっています。これちょっとあれだ、ハンバーグと思った。ふわとろ卵と濃厚なデミグラスソースがたまらない美味しさ。オムライスにエビフライにナポリタン、子供の頃の大好物をギュッとワンプレートにしたご褒美のようなランチ、最高でした。本物のナポリタン。デザートを追加しました。この日のデザートはバスクチーズケーキ。フランボワーズのソースと生クリームがかかっています。いちごはとちあいか。桜風味のラングドシャも春らしくていいですね。カジュアルにお箸でいただける栃木や日光産のこだわりの食材の本格的なフレンチに感動しました。お腹いっぱいいただいて大満足です。次に伺うお店も日光街道沿い。日光三大氷室の一つ、正月氷室のかき氷がいただけるお店です。希少価値の高い日光正月氷室の天然氷、なんと牡蠣だけではなく、こちらでは一年中提供しているそうです。休日など混雑時はまず店頭で番号札をもらって番号が呼ばれるまで待ちますが、回転が早いので待ち時間はそんなにかかりませんでした。ちょっと待ちますね。非常に溶けやすいのでシロップは別皿に入っています。シロップを少しずつかけながらいただくのがいいそうです。刻一刻と溶けてしまうため慌てて撮影して映像が乱れてしまいすみません。ふわふわで雪のような口どけ。シロップも全て自家製でベタベタせず後味すっきりなところも最高です。感動の美味しさでした。今最高の時期じゃん。美味しい。美味しい、すごいよ。東照宮の手前新京までやってきました。もうだいぶ日も暮れてきましたが、帰る前に日光でもう一つどうしても食べたいものがあるので行ってみましょう。こちらはもう何度も来ていますが、今回は2階も見せていただきました。2階は主に貸し切りなどで使われるようです。早速私たちが日光でどうしても食べたかったものが来ました。
うわーって強か。ありがとうございます。大迫力の舞茸、その大きさ、何より香りがすごいです。明治の館グループ名物舞茸料理、きのこ界では永遠の謎だった舞茸の人工栽培に日本で初めて成功したのはこの明治の館グループの山尾金一氏。肉厚でナイフを入れなければ食べられないほどの大きさ。噛むと中から舞茸のエキスが溢れ出します。ここまで肉厚なものは食べたことがありません。食感が半端ないよ。舞茸じゃないよこれ。なんだ。こちらは A セットのスープです。A セットはスープ、サラダ、パンまたはライス、チーズケーキとコーヒーまたは紅茶がついて1650円です。濃厚でクリーミー、かぼちゃの甘さがとてもまろやかなスープ。あー美味しい。レタスとカッテージチーズらしいけど、トマトとあと貝割れかなこれね。あ、わかりました。これはもう2つ取るかそれともカットして、まあそれかもう皆さんに押し込め。あ、もうトロトロです。大人気のオムレツライス、トロトロふわふわの卵が濃厚でほんのり甘いチキンライスがたまりません。卵の下にはこんなに大きなエビがゴロゴロと入っていて、シェフ自慢のデミグラスソースがたっぷりとかけられたとても贅沢なオムレツライス、最高です。やって巨大なあります。わっうわーでかっ。うわ大サきい。クサクのパイの下には巨大な牛肉がゴロゴロと入っています。うわうんまっ。柔らかくホロホロに煮込まれたお肉、脂はジューシーです。コクの深い牛肉の旨味が溶け込んだビーフシチュー、米好きな私は当然ご飯と合わせたくなってしまいます。お肉がうわこれはもうトロトロだ。肉が大きすぎてね。お肉の他にはブロッコリーと人参、マッシュルーム、じゃがいも、ボリューム満点でこれは大満足ですね。それでは皆さん、今回の KT1 いかがだったでしょうか。最高の食材に恵まれる日光はやはり名店揃い。ぜひまた来たいと思いますので、少しでも参考になったよという方はグッドボタンを押してください。日光が大好きだよという方もグッドボタンよろしくお願いします。それでは日光で一押しのお土産行ってみましょう。創業は天明7年、日光では最古の老舗和菓子店です。日光といえば、その名水で作られる羊羹が有名ですが、こちらの羊羹は小豆と砂糖、寒天のみ、余計なものは一切入っていません。素材の良さと伝統製法、日光の名水が作り上げる一品。一つ一つ手作りで、一日に作られる量は限られていて、売り切れてしまうこともありますので、ご注意ください。まずはこちら、日野輪。2代目が考案し、伝統的製法で製造されている銘菓で、当時日光鴨沢御用邸にご静養中だった大正天皇が、こちらの日野輪を買いに馬で来られたというお話を聞かせていただきました。こちらの皮がしっとりもちもちとして、なんとも不思議な食感、上品な甘さのこしあんも美味しいです。こちらは一口塩羊羹。
食べやすく一口サイズになっても一つ一つ竹の皮に包まれていてとても可愛らしいですね。滑らかなあんと塩加減が絶妙。すごい弾力だ。くなくすっきりとした甘さが最高です。こちらは大人気の水羊羹、5本入りで880円、20本入りまでありました。こちらは通販で買うことができませんので店頭で買うしかありません。店舗はこちら本店と日光通りにもあります。日光に水が閉じ込められてる。限りなく液体に近い状態でかろうじて形を保っているような感触。食べるとサラサラと溶けてしまいます。日光の名水を閉じ込めた水羊羹、絶品でした。続いては創業して間もなく110年にもなる老舗の菓子店。こちらの日光名物竹平まんじゅうを求めて他県ナンバーの車も続々と来店しています。しっとりしてる。すごい。生地がしっとりしているのが特徴です。保存料が一切入っていないので賞味期限は3日しかありません。原材料は小麦、小豆、赤唐のみ。赤唐由来のコクと甘みが最高です。最後に日光のお土産は何といっても美味しい水。こちらは消毒済みなので安心して飲めます。これが何よりのお土産です。最後までご視聴いただきありがとうございます。